こんにちは。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はホイットニー・ヒューストンのインタビューから日本語を学びましょう。ゆっくり読んでいるので遅いと思った人は設定からスピードを上げてください。それでは始めましょう。CC をオンにして言語を選択してください。日本は本当に恐ろしい国よ。皆さんは48歳という若さで亡くなった世界の歌姫、ホイットニー・ヒューストンをご存知ですか？日本のファンに対しての発言や日本に行かないでという発言が世界中で話題になっています。ホイットニーはなぜこのような発言をしたのでしょうか？それでは早速見ていきましょう。実はホイットニーにとって初めての海外旅行はなんと1979年11月11日。当時16歳のホイットニーは日本武道館で開催された第10回ヤマハ世界歌謡祭にアメリカ代表として出演する母に同行し来日しました。飛行機が苦手な母は到着までの15時間、不安で眠れず過ごしていたのに対して、ホイットニーは興奮状態でした。何これ、アメリカとは大違いだわ。ホイットニーは見るものすべてに驚きました。ゴミの落ちていない空港、アメリカは決して衛生的とは言えない状況だったため、日本の設備を見て驚いたのです。初めての日本ということで、不安を抱いていた彼女がある食べ物を食べて、とても感動したそうです。その食べ物とは、ツナサンドです。ホテルのコンビニエンスストアで売っていたツナサンドの味に魅了されて、彼女は日本に対して大きな関心を持ったそうです。ツナサンドの味がよほど気に入ったのか、滞在中は毎日のようにツナサンドを食べていました。それから時が経ち、そよ風の贈り物が大ヒットした後、ホイットニーのマネージャーから記念すべき最初の世界ツアーはどこにする？と聞かれて即座に日本以外にあると思う？と答えたそうです。今までに日本だけで10回以上のツアーを開催しています。それほどまでにホイットニーは日本のことを気に入っていました。ホイットニーがスターダムに上り詰めると同時に多くの問題が彼女に降りかかっていました。まだアメリカでは肌の色で人種差別を受ける時代でパパラッチにも追いかけ回されていました。スターになり生活が一変したホイットニーは常に周りから注目される毎日にうんざりしていたようです。精神的に疲弊していたホイットニーでしたが、日本ツアーで来日することになりました。ホイットニーは日本のファンに会えることを楽しみにしていましたが、アメリカからも多くのパパラッチやメディアが駆けつけることから不安な気持ちでもありました。やはり空港には熱狂的なファン、メディアが押しかけています。必要な追跡と監視によって、ホイットニーの心は日本に来ても休まらないかと思われました。ホイットニーは、やっぱりパパラッチに追いかけられ、私のプライバシーは保たれないのね。そのように思ったそうです。せっかく日本に来たのに、ホテルに缶詰なのはもったいないと思い、コンサートの合間に銀座を歩いてみたそうです。もし多くの人に気づかれて騒ぎになったらすぐにホテルの部屋に戻ろうとしていたらしいですが、いざ銀座の街を歩き始めたホイットニー、日本人の反応は予想と違ったものでした。当時はまだ外国人が街を歩いているだけでも珍しかった日本。それに世界的スーパースターのホイットニー・ヒューストンが歩いているのだから当然、
めちゃくちゃ目立ちます。アメリカなら、すぐに人だかりができて、騒ぎに発展しますが、日本では、そんな状況になりませんでした。ホイットニーに気づいた人々も、目で挨拶はしますが、誰も寄ってこないのです。ホイットニーのプライベートを邪魔しないように、配慮しているかのように思えました。ホイットニーは、そんな日本人の行動を見て、私のプライバシーを尊重してくれている。と感じたそうです。ホイットニーは銀座の街をゆっくりと歩き、ショッピングを楽しみました。久しぶりに街をゆっくりと時間をかけて散策したことで、とてもリフレッシュできたそうです。そんな国は世界中どこでも経験したことはないものでした。常に人に注目され、プライベートもプライバシーもない中で生活していたホイットニーにとって、日本での体験は疲れ切った心を回復させるものでした。それほどまでに日本人の行動はホイットニーにとってありがたかったのです。このエピソードは日本人の思いやりの心が現れていると感じます。海外では利己的で自分のことしか考えない人が目立ちます。今回もホイットニーはプライバシーすら守ってこないようなデリカシーのない人々にうんざりして心を病んでいました。しかし、日本人は相手の気持ちを考えて行動します。常に相手への敬意と尊重を意識した対応をします。なので、ホイットニーのようなスーパースターを目撃しても、そのプライベートを邪魔することなく、節度ある対応ができるのです。ホイットニーはそんな居心地の良い日本の環境で、最高のパフォーマンスを見せます。ステージ上ではパワフルで完璧なスーパースターですが、ステージを降りると一人の人間です。彼女は、コンサート終了後に、ホテルへ戻りました。ハードなステージをこなして、お腹が空いていた彼女は、何か夜食をお願いします。と、注文しました。すると、ホテルの料理長が用意してくれたのは、胃腸に負担をかけないようにという配慮から、昆布のおにぎりと味噌汁でした。彼女は後にこう語っています。日本のホテルや旅館スタッフの細やかな心配りとおもてなしが心を癒してくれた。初めて昆布のおにぎりを食べたとき、自然と涙が流れてきた。実際に彼女は、日本で一番好きな食べ物は、ツナサンド、それと昆布のおにぎりと味噌汁だと何度も発言しています。このエピソードからも、日本人の細やかな気遣いと、おもてなしの心が彼女の心を動かしたのだと感じられます。ホイットニーは、疲れた心を日本で癒していたのかもしれません。そんなホイットニーさんが、テレビ番組でインタビューを受けた時の話が話題になってます。あなたは日本が大好きだと有名です。日本の好きな場所を教えてくださいとインタビュアーが質問します。するとホイットニーは顔をしかめて。日本は本当に恐ろしい国よ。日本へ行っては絶対ダメ。と答えました。インタビュアーはとても驚きました。ホイットニーが親日家というのは有名な話だったので、日本に対して批判的な言動をするなんて思いもしなかったからです。インタビュアーとホイットニーの間に緊張感が漂います。おかしいですね。あなたは日本が大好きと聞いていましたが違うのですか？と問いました。するとホイットニーは、愛してるわ。アメリカで一番日本を愛してると誓ってもいい。でも皆がそれを知って日本へ行くようになったら私は困るもの。日本人は私がホイットニー・ヒューストンであると分かっていてもほっといてくれるの。
ありのままの自分でいられる自由と心地よさは何にも代え難いものなのよ。と語っています。その言葉を聞いてインタビュアーは納得しました。ホイットニーさんは常に大きなプレッシャーやストレスと戦いながら音楽活動を続けてきました。アメリカにいると常にメディアやパパラッチに追いかけられます。プライベートも丸裸にされて、プライバシーなどあってないようなものです。人には言えない苦悩や葛藤があったでしょう。彼女は長い間、心の問題を抱えていたと言われています。日本人の優しさが彼女の心の穴を埋める役割をしていたのかもしれません。ホイットニーは2010年から約10年間、入退院を繰り返す闘病生活を送りました。彼女は日本人の優しさやおもてなしの心に癒されに来ていたのかもしれません。生前、彼女がテレビのインタビューで話していた、日本は本当に恐ろしい国よ。日本には絶対行ってはダメ。という発言の真意は、他のアメリカのハリウッド女優や俳優やファンに真実の日本がわかると、自分のオアシスがなくなるかもしれないと思っての発言だったのでしょう。あえて牽制した発言をすることで彼女は心を癒してもらう場所を確保しておきたかったのかもしれません。彼女にとって日本で食べたツナサンドや昆布おにぎりは一生忘れられない思い出となっています。アメリカで食べるどんな高級な料理よりも心に染みて美味しく感じたのでしょう。ホイットニーが求めていたのはそんな温かさなのかもしれません。みんなが羨むスーパースターになり、彼女は本当の意味で心を休ませることができずにいたのでしょう。ホイットニーは最も尊敬する人物として母親を挙げています。母親から受けた温かな愛情と同じような感覚を日本で感じたのかもしれません。このようにホイットニーにとって日本は特別な場所でした。また、日本人にとっても彼女は特別です。彼女の歌声は人々に感動や勇気を与えてきました。多くの日本人も彼女の歌声に魅了されています。彼女がこの世を去った後も彼女の歌声は生き続けています。ホイットニー・ヒューストンという偉大な人がこの日本を愛してくれたことを日本人として誇りに思います。それでは最後に海外の反応をまとめましたのでご紹介していきます。ホイットニー・ヒューストンは本当に日本のことを愛していたんだね。彼女にとって日本は大切なオアシスだったのだろうね。日本人の優しさやおもてなしの心に感動したわ。スーパースターであろうと一人の人間として扱うところが日本人らしいわね。日本人の気遣いは本当に素晴らしいよ。ホイットニーにとって日本は安らげる環境だったのだろうね。日本に行ったら絶対にダメと言った時は驚いたけど、その真意を聞いて納得したわ。彼女にとって日本は特別な存在だったのね。逆に日本人にとっても彼女は特別だったはず。今でも多くの日本人に彼女の歌声が刻まれているはずよ。このようなコメントが寄せられました。ホイットニー・ヒューストンの生涯は、驚異的な歌声と感動的なパフォーマンスで世界を魅了しましたが、同時に個人的な苦悩も多く抱えていました。特に、日本との深い絆は、彼女の生涯の中で特別なものでした。ホイットニーのような素晴らしいアーティストが、私たちの国と文化に深い愛情を抱いたことは、日本の国際的な地位を高め、他国の人々との良好な関係を築くための重要な一歩です。彼女の人生から学べることは、人間の心がいかに他者の理解と優しさによって癒されるかという点です。日本人としては、
これからも外国の著名人だけでなく、すべての人々に対して思いやりと敬意を持って接することが大切だと感じます。皆さんはどう感じましたでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。今日は動画を見てくれてどうもありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。